こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で出会った生き物を紹介します。夏休みの終わりの時期で、家族連れの方が、たくさん来ていたので、邪魔しないように、隅っこの方で、ウミウシを探しました。それでは早速、始めましょう。秋葉見のウミウシを見つけました。随分たくさん集まっています。数えてみたら、8個体が集まっていました。これだけたくさん集まっていると、ちょっと不気味ですね。卵っぽいものも見えますので、みんなで集まって産卵をしていたのでしょうか。顔のあたりと、ミノの先端部分に赤い模様が入っているのが特徴です。この赤い模様は、水の中でも結構目立つので、1センチくらいの小さなウミウシではありますが、そこにいれば、見落とすことはないと思います。ゴマフミのウミウシを見つけました。さっきの秋葉見のウミウシと何が違うのと思った方も多いと思いますので、見比べてみましょう。秋葉見のウミウシは、顔のあたりに赤い線が入っていますが、ゴマフミのウミウシには見られないです。あと、秋葉見のウミウシは、ミノの部分にしか黒ゴマ模様が入っていないのですが、ゴマフミのウミウシは全身に入っている、といったところでしょうか。言われてみると、明らかに違いますね。ヤツミのウミウシを見つけました。ヤツミのウミウシも、体に黒ゴマ模様が入っているのは、秋葉見のウミウシや、ゴマフミのウミウシと同じですね。赤い模様がなくなると、こんなに地味な印象になるんやな。渦巻き状の、卵のようなものが見えますが、ヤツミのウミウシと関係あるのでしょうか。ウミウシの卵は、いろいろな形のものがあるのですが、どの卵が、どのウミウシのものなのかは、よくわかっていないことが多いです。サラームミのウミウシを見つけましたが、なんだかごちゃっとしていますね。どうやら、3匹が集まったまま、移動しているようです。こんなにくっついて、仲がよろしいことで。ウミウシは、自分の食べる餌があるところに集まるので、同じ種類のウミウシが、一箇所に集まって見られることは、よくあります。バラバラになりました。ロケットの切り離しみたいな動きで、なんだか面白いです。キヌハダモドキです。相模湾でウミウシを探すと、ほぼ毎回見つけることができるくらい、数はたくさんいます。大きさは15ミリくらいで、もちもちした見た目が特徴です。結構活発に動いていますね。お腹の色が黒くなっているので、お腹いっぱいの状態で、食後の運動をしているのでしょうか。赤星ウミウシです。こちらも、キヌハダモドキと同じ、キヌハダウミウシの仲間です。キヌハダウミウシの仲間なので、他のウミウシを食べる肉食性のウミウシで、主にオカダウミウシやミノウミウシの仲間を捕食するようです。お腹のあたりをよく見ると、オレンジ色の塊が見えるので、オカダウミウシを食べたばかりなんやろな。これも、見つけた時は赤星ウミウシだと思ったのですが、後で見返してみると、ちょっと違和感があります。口のあたりの模様が、赤星ウミウシとはちょっと違うような気がします。今の段階では、詳しいことはわかりませんが、こういった疑問を持ち続けることも、ウミウシ探しの楽しみ方の一つだと思います。白線ミノウミウシです。左下に、もう一匹いますね。見つかるときは、数十匹単位で見つかるウミウシで、この日はたくさん見つかる、当たりの日でした。この日は、本当にたくさんいたので、途中からは、またか、という感じで、スルーしていました。赤い目のような模様と、特徴的なミノの形が、
美しいウミウシではあるのですが、あまりにたくさん見つかると、やっぱり、飽きてしまいます。1センチ以下の個体が多いので、撮影に苦労するウミウシでもあります。二筋ミノウミウシです。水温の高いシーズンに、石をひっくり返したところで、よく見つかる印象がありましたが、今シーズンは例年に比べて、数が少ないみたいです。環境のちょっとした違いで、たくさん見つかるようになったり、全然見つからなくなったりするところも、ウミウシの面白いところです。黒いミノの先端が赤くなっていて、なかなかスタイリッシュなウミウシです。よく似た種類に、四つ筋ミノウミウシがいるので、顔に入った赤い線の数に、注意が必要です。本ミノウミウシです。左上に、卵らしきものが見えますが、本ミノウミウシの卵なのでしょうか。今日は、卵の近くにいるウミウシを、たくさん見るなぁ。産卵の時期を迎えている、ウミウシが多いんやろか。図鑑では、ミノウミウシ、と、紹介されているものが多いですが、2019年に、本ミノウミウシと和名が変更されたという資料を見つけたので、ここでは、本ミノウミウシと紹介しています。単に、ミノウミウシだけだと、グループの名前なのか、種類の名前なのかがわかりにくかったので、良い変更だと思います。相模ミノウミウシです。真鶴での磯遊びでは、ほぼ毎回、確実に見つけているウミウシですが、葉山での磯遊びでは、あまり見つからないんだよなぁ。相模湾沿岸では、普通に見つかる種類ではありますが、磯の環境にも、好みがあるようです。ピンク色のミノが綺麗なので、初めて見つけたときは、うわぁ、綺麗なウミウシやなぁ、と、なるのですが、見つかるときには、そこら辺に普通に見つかるので、だんだんと関心が薄れていきます。数が多すぎるのも、考えものですね。黒下なしウミウシです。こちらは、さっきの相模ミノウミウシとは逆で、葉山では毎回のように見かけますが、真鶴ではあまり見かけないウミウシです。相模湾沿岸の磯といっても、平磯や、切り立った磯など、いろいろなタイプがあるので、環境によって見られるウミウシの種類が違っていて、面白いです。水深にも好みの違いがあるようで、黒下なしウミウシは、長艦隊を好むウミウシなので、深く潜るダイバーには、あまり馴染みがなかったりもします。宮古ウミウシです。撮影しにくい場所にいたので、観察ケースに入ってもらいました。こちらは、真鶴でも、葉山でも、比較的たくさん見つかるウミウシです。深いところにもいるので、環境の違いは、あまり気にしないタイプのウミウシのようです。なんでこんなところにいるの？ってところにいたりもするので、まさに、神出鬼没のウミウシなのです。青い斑点が、綺麗なウミウシですが、そこはかとなく地味な印象が漂うのは、なんでなんやろな。このハミドリガイです。これも、宮古ウミウシと同じく、真鶴でも、葉山でも、よく見かけるウミウシです。石の上や、岩の表面を普通に歩いているので、見つけやすいウミウシだと思います。このハミドリガイといえば、最近、頭を切断しても、体を再生することができるという、高校生の研究で、注目を集めましたね。数多く見つかるウミウシなので、研究の材料としても、広く活用されているみたいです。今回は、このくらいにしておきましょう。この日は、シュノーケルセットを忘れてきたので、寒い時期の磯遊びのようなスタイルでしたが、それでもウミウシをたくさん見つけることができて、よかったです。今後も、海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。